アヤックス。Python 始めるは、アヤックスが制作する、プログラミング、初学者、勉強を始めたが、挫折しそうな人を対象とした、Python の学習動画です。この動画は、第7回、関数編です。私は、経理部一筋、10年目の会社員です。係長。入金と伝票が一致しないんです。確認してみるよ。わかったよ。明細が税込みになっているね。ほんとだ。あれ？係長、税抜きボタン使わないんですか？上のボタンですよ。押してみてください。税抜き計算してくれるんですよ。横の税込みボタンを押すと、税込みにしてくれるんです。使ってみてくださいね。なんてことだ。飾りだと思っていた。しかし、ボタンを1回押すだけで、計算してくれるって、すごい。今度から使ってみるか。あれ、こんなボタンあったかな？10年目にして、係長は、電卓の奥深さを知ったのでした。このように、電卓のボタンには、いろいろな機能を割り当て、実行できます。プログラムでも、同様の関数があります。この関数を紹介します。関数とは、電卓のボタンのように、機能を定義するものです。定義方法を紹介します。まず、def と記述し、関数名を書きます。関数名は変数のように、適当な名前を付けられます。そして、括弧を書き、コロンを記述します。時下げした事業から、機能をプログラミングしていきます。実際に記述してみましょう。円周率を表示する関数 π を定義します。def と書き、関数名の pi を記述します。括弧を書き、コロン。時下げした事業から、機能を記述します。わかりやすいように、関数 π ですと表示した後に、円周率を表示します。これで、関数の定義は完成です。しかし、これでは、電卓に例えると、ボタンを定義しただけです。利用するには、ボタンを押し実行しなければいけません。関数 π を利用するには、関数名を記述し、括弧を書きます。すると、定義した関数 π が実行されます。もちろん何度でも実行できます。ここで、突然ですが、ショッピングサイトの構築を考えます。ショッピングサイトには、様々な機能があります。例えば、商品の表示、買い物かご、支払い管理などです。これらの機能の中には、消費税計算が必要でしょう。もし、将来、税率が変更になった場合、実装した消費税計算をすべて変更しなければいけません。数が多いと時間がかかり、間違いの元となります。お気づきでしょうか？ここで、関数を使います。各機能の中に、消費税計算を実装するのではなく、関数で定義します。各機能は、それを呼び出し利用するのです。こうすれば、税率が変更になっても、修正箇所は1箇所で済みます。このように、関数は共通した処理を記述するという使い方ができます。では、実際に記述していきましょう。消費税を計算する関数タックスを作成します。計算内容は、とりあえず、1000円を対象に、税込み計算を行います。それをターミナルへ表示します。
1500円の計算はどうなってしまうの？と思われるかもしれません。1500円用の関数タックス2を作成すると、では、500円、1800円は、と、計算金額ごとに関数を作成するには無理がありそうです。そこで、これを解消する引数を紹介します。関数を利用する際に、括弧の中に値を記述すると、その値が関数へ受け渡されます。関数では、値を受け取るための変数を、括弧の中に記述します。この値、変数のことを引数と言います。この引数の機能を利用し、関数タックスへ、計算対象の金額を受け渡します。実際に記述してみましょう。括弧の中に値を受け取る変数を記述します。この変数をもとに消費税計算を行います。利用側は計算したい税罰金額を括弧の中に書きます。実行すると関数が呼び出され、変数プライスに線が保存されます。この値をもとに税込金額計算され、表示されます。1500を計算してみましょう。引数は、間幕切りで、複数の値を記述できます。値は、左から順番に変数に保存されます。実際に記述します。四角形の面積を求める関数エリアを定義します。引数は、縦、横とし、面積を求めます。9、2の引数で関数を呼び出します。変数に、それぞれ、値が保存され、面積が求められます。次は、10と3。引数を使うことで、ショッピングサイトの消費税計算は完成したように思われます。しかし、まだ問題があります。各機能では、計算された税額の利用方法が、それぞれ違います。例えば、商品表示では、商品と税込金額を一緒に表示したい。買い物かごでは、商品ごとの税込金額を合計し、支払額を表示したい、などです。しかし、関数タックスでは、計算された税込金額を、ターミナルへ表示するだけです。利用側へ計算結果を知らせることができていないのです。これを解消する、戻り値を紹介します。関数の最後に、リターン命令を記述します。このリターン命令の次に、値を記述すると、利用側へ、その値が返されます。この値のことを、戻り値と言います。利用側は、戻り値を保存するための変数を用意し、イコールと記述します。戻り値は、間幕切りで複数記述でき、左側から順番に値が保存されます。この戻り値を使って、関数タックスを完成させます。計算結果をターミナルへ表示していますが、こちらを、リターン命令を使って、計算結果を戻します。利用側は変数を用意し、計算結果を受け取ります。これを実行すると、引数で受け取った1000円が税込み計算され、1100円となります。リターン命令で利用側へ返されます。用意している変数 X に結果が保存されます。これを支払金額1000円と編集します。次に1500円を計算します。返ってきた税込み金額から税抜き金額を減算し、
税額を求めます。関数を利用する際には、変数の有効範囲、スコープに気をつけなければいけません。これを紹介します。次のプログラムを実行します。変数 x に10を代入した後に、関数 abc を呼び出します。変数yに22を保存します。そして、それを表示します。当然、22が表示されます。次に変数 x を表示します。変数 x は関数を呼び出す前に10を保存しているので、結果10が表示されます。関数が終了し、戻ってきます。最後の命令、変数 y を表示します。すると、エラーになってしまいます。なぜ、エラーになるか紹介します。変数 y は関数 abc 内で定義されています。すると、この変数 y の有効範囲は関数内だけとなります。したがって、関数の外で利用するとエラーになります。このように、関数内で定義し、その中のみ有効な変数をローカル変数と言います。これと反対に、グローバル変数があります。グローバル変数は、関数外で定義された変数です。今回の場合は、変数 x がグローバル変数です。グローバル変数は、プログラム内のどこからでも利用できます。したがって、関数 abc で利用してもエラーになりません。グローバル変数を関数内で利用する場合に、注意点があります。関数内で、グローバル変数を表示したり計算で利用するだけならいいのですが、変数の値を変更すると、グローバル変数ではなく、ローカル変数とみなされます。そのため、同じ変数名でも、グローバル、ローカル変数で、違う変数として扱われます。例えば、関数内で、変数 x へ20を保存していますが、これは、ローカル変数 x に保存していることになります。そのため、関数終了後に変数 x を表示しても、結果、グローバル変数 x の値、10が表示されます。関数内で、グローバル変数の値を変更するには、グローバル命令を記述します。変数を利用する前に、グローバル、利用する変数名を記述します。すると、関数内で、グローバル変数に値を保存しても、グローバル変数として扱われます。例えば、関数内で、変数 x へ20を保存していますが、グローバル変数 x に保存していることになります。結果、関数終了後に、変数 x を表示すると、20が表示されます。引数、戻り値の動作を把握するのは、時間がかかります。この後、実際にプログラミングを行っていきますので、ぜひ、一緒にやっていきましょう。こちらの画面は、ビジュアルスタジオコードの画面です。ビジュアルスタジオコードのインストール等が未実施なら、説明欄に URL を記載していますので、参考にしてください。また、第1回、変数編もご覧になってください。最初に、プログラム記述用のファイルを作成します。画面左上の、エクスプローラーが選択されているか確認してください。そして、新規ファイルアイコンをクリック。ファイル名を入力します。こちらでは、07、アンガーバー、ディファインとします。最後に、ファイル種別を、.py とします。エンターキーを入力すると、ファイルが開かれます。こちらにプログラムを入力していきましょう。
自分の住所を表示する関数を作成します。def と記述し、関数名を書きます。そして、カッコ、コロンを書きます。時下げした事業から、処理を記述していきます。まず、郵便番号を表示し、住所を表示します。これで、関数の定義は終了です。この関数を呼び出します。関数名を書き、カッコ。何度でも呼び出すことができます。関数の定義の前で呼び出すと、どうなるでしょうか。破線が表示されています。このように、関数の定義の前で呼び出すと、エラーになります。次に、円の面積を求める関数を作成します。円の面積は、半径×半径×円周率です。この半径を引数とします。関数名の次にカッコを書き、カッコの中に引数を受け取る変数を記述します。この変数をもとに計算を行います。半径を10として関数を呼び出します。次に、引数を20としてみましょう。どのように動作しているか確認します。引数10で関数が呼び出されます。関数が実行され、定義した変数に引数が保存されます。計算が行われ、結果が表示されます。関数の命令がすべて終了したので、呼び出し元へ戻ります。そして、事業で再度関数が呼び出されます。関数が実行され、定義した変数に引数が保存されます。以下、同様の動作となります。円周率を戻り値として返す関数体を作成します。処理内容は円周率を返すだけなので、リターンと書き、円周率を記述します。この関数を呼び出し、戻り値を変数で受け取ります。これを表示します。
どのように動作しているか確認します。関数 π を呼び出します。関数 π が実行されます。リターン命令で呼び出し元へ戻り、戻り値を返します。戻り値が返ってきているので、代入命令により、変数に 3.14 が保存されます。それが表示されます。戻り値は変数で受け取りますが、変数で受け取らず、直接、表示や計算で利用できます。例えば、プリント命令で関数 π を呼び出し、表示すると、戻り値が表示されます。また、円の面積で円周率を使用しましたが、これを関数 π を呼び出し実現します。呼び出す前に関数の定義が必要なので、関数 π を移動します。しつこいようですが、動作を確認します。関数サークルを引数10で呼び出します。関数サークルが実行され、変数に引数が保存されます。計算が行われます。まず、半径×半径が計算され、結果が、さらに、関数 π と掛け合わされます。ここで、関数 π が呼び出されます。関数 π が実行され、3.14 が返されます。関数が終了し、呼び出し元へ戻ります。先ほどの計算が再開し、戻り値の 3.14 が掛け合わされます。このように、戻り値を変数で受け取らず、直接、表示や計算で利用できます。次の関数を作成してください。関数名、イベントオッド。引数は、数値のリストが受け渡されます。戻り値は、2つのリストを返します。1つ目は、引数の数値の中から、偶数のみを抽出し、リスト化します。2つ目は、奇数のみ抽出し、リスト化します。例えば、引数が次のリストだった場合、3は奇数なので、2つ目のリストへ。7も奇数なので、2つ目のリストへ。18は偶数なので、1つ目のリスト。このように、戻り値のリストを作成します。ここで、偶数、奇数を判断するための演算子を紹介します。演算子%は、割り算の余りを求めるものです。例えば、7%、3と記述すると、1が求められます。これは、7÷3の、余り1の結果です。14%、4と記述すると、2が求められます。これは、14÷4の、余り2の結果です。では、映像を提出し、関数イベントオッドを作成してください。正解のプログラム例を紹介します。まず、def、関数名を書きます。そして、括弧の中に、引数を受け取る変数を記述します。次に、戻り値用の空のリストを2つ用意します。引数の値を1件ずつ処理を行いたいので、for でループします。値が奇数か偶数か判断するため、
2で割った余りを求めます。0の場合は、奇数なので、奇数用のリストへ追加します。それ以外は、偶数なので、偶数用のリストへ追加します。ループ処理終了後に、リターンで、2つの戻り値を返します。これで、関数の定義は終了です。正常に動作するか確認します。2つの戻り値が返ってくるので、2つの変数を書き、関数名を記述し、括弧の中に、リストで、適当な数値を記述します。2つの変数を表示します。最後に、変数の有効範囲、スコープを確認します。まず、変数を定義します。この変数は、関数の外で定義しているので、グローバル変数となります。次に、変数 Z をハンドリングする。関数を定義します。関数内の変数、W を定義します。これは、ローカル変数となります。グローバル変数の Z を表示してみます。関数を呼び出し、グローバル変数が表示されるか、確認します。このように、グローバル変数は、関数内から参照できます。ローカル変数を関数の外から、表示してみます。エラーを表す破線が表示されています。このように関数内で定義した変数、ローカル変数は、他の箇所からアクセスできません。次に、関数内で、グローバル変数を変更します。グローバル変数が変更されたか、関数呼び出し後に確認します。関数内での変更が反映されていません。これは、関数内で、グローバル変数の変更を行うと、別の変数、ローカル変数として扱われるからです。では、関数内でグローバル変数を変更するには、どうしたらいいでしょうか。その場合は、変更する前に、変数が、グローバル変数であることを宣言します。宣言方法は、グローバルと書き、対象の変数名を記述します。これで、第7回関数編は終了です。アヤックス